これがそうですね。こんなでかい穴開くんですね。戦争時に爆撃を受けて石垣がここずれてしまったっていう。ここは戦時中に化学兵器工場があって廃墟化してますね。時代背景すごいよな。歴史に名を刻む人たちが取りに来たわけやな。どうも坂東です。今日は大阪のシンボルの一つでもある大阪城に来てます。大阪城は日本の三大名城の一つでもあり、日本の一度は行ってみたいお城ランキング2位にも選ばれてます。かつてこの大阪城は浄土真宗の石山本願寺があり、戦国時代の織田信長との石山合戦は日本史でも有名な戦の一つに数えられてます。江戸時代には徳川家康が大阪城を再建、戦時中には大阪城の近くに化学兵器の工場があるなど、大阪城には多くの歴史が詰まってます。織田信長がなぜ10年以上も戦い続けてまでここを欲しかったのか、そしてどのような戦争の傷跡があるのかなど、天守閣以外の見どころもたくさんあるので、実際に歩いて探索していきたいと思います。ここは戦時中に化学兵器工場があって、その公平交渉を見にこの明治天皇が来られた時に建てられた石碑になります。今見えてるこのレンガ造りのこの塀に関しても当時のまんま残されてます。すごいな。こっちへ行きましょう。これがその化学兵器工場になります。すごいですね。現存されてます。廃墟化してるんです。廃墟化してますね。もともと手入れされたみたいですけど、今もう野放し状態ですね。うわ、何も知らんかったら普通の建物に見えるのにね。確かに。ここで化学兵器が作られてたんやって聞くと、なんかこう見方も変わるよね。なんか確かに、住所ついてるんですね、ここ。ほんまやな。郵便物誰が受け取んねん。この化学兵器工場っていうのがこの見えているところがあると思うんですけど、ここから先もともとずっとあったみたいで、当時の爆撃で全部建物なくなったみたいですね。この爆撃によってこの建物がこう潰されてしまったことによって、先ほど見たその化学兵器工場自体の機能も失ってしまって使われなくなったみたいですね。この辺も戦争で使われてた土地なんですね。そうですね。大阪城の周りですけど、戦争の爪痕とかも結構残ってるんです。戦争が始まる、兵器を作らないと、その建物を建てないとってなった時の広大な敷地っていうのがなかなか確保できへんやろね。この大阪城とかこういう大きな建物の周りじゃないと。なるほど、余ってる土地はなかったとは。いやと思うよな。ここちょっとうっすらこの岩が見えてると思うんですけど、ここが土産門って言われているところで、これ何で使われてたかって言ったら、先ほど見た砲兵工廠がもうこの辺りはずらーっとこう工場があって、兵器を作るための部材っていうのを運んでくる船がここで荷揚げされてたっていうところになりますが、この土産門っていうところになりますね。今ここからだとちょっと見えにくいんですけど、対岸からの方がよく見えます。ここがいろんなアーティストがライブしている大阪城ホールになります。これが大阪城ホールなんです。はい。あそこに見えてるのが青山門ですね。あれです。はい。これが作られたのが1620年で、大阪城の再築工事の際に作られたと言われてます。これ再築工事の当時のものなんですか、この門は。明治維新の大火によってここも焼失してしまって、で、その後陸軍によって改築されたんですけど、1945年の戦争で再び焼失することになりました。その後1969年に大阪市が再建したものとなります。それが今ここ建ってるものなんですか。そう。じゃあ50年ぐらい前のものなんですか。50年ぐらいね。これが青山門ですね。青山門ね。あれが天守閣です。あれが天守閣。迫力あるね。ありますね。すごい。ほんまに人が作ったって信じがたいぐらいのものよな。これでもちょっとへこんでんのって鉄砲の跡なんやろ。なんか鉄砲をこう置いてこう打つこのへこみを作ってて。そういうことですか。そうそう。そんなのなんか結構随所にある。ここボートも通ってるんですね。なあ。この極楽橋っていうのが1583年に大阪城が建築する際に作られた橋って言われてまして、先ほどの青山門と同様で1620年にこの橋の架け直しがされたとされてます。もともと木造やってんけど、明治維新の大火によって一旦消失したものの97年後の1965年に再建築されました。
極楽橋っていう橋の名前の由来とかってあるんですか？この辺りにその石山本願寺っていう浄土真宗のお寺があって、そこからちなんだ名前のようですね。極楽浄土。極楽浄土に行くっていう意味で。おお、なるほど。はい、じゃあその当時から名前ついてたところなんですね。そうですね。へでは一旦渡ってみましょう。はい、はい、観光客も多いですね。すごいですね。いいですね。こういう木造もちょっと残しつつ再建築されたっていうのがいいですね。当時の雰囲気が残ってるし。うわ、こんな石とかすごいな。こう形がちゃんと整えられていってるとかすごくない？すごいです。一個一個いびつやったりするやんか。はい。でも結果点が一緒やんか。こういうのね。鉄砲撃つ時の。あ、これなんですね。へえ。そう、ここから狙う。上にあるこうポコってなってるところも。そう、向こうも全部そう。ひとたまりもないやろな、こんなとこ上がってきたら。こんだけ狙われたらもう無理じゃない。次は1945年の戦時中にアメリカの戦闘機が撃ってきたその銃痕の跡があるんで、大阪城に残ってるんですか？大阪城も襲撃されてたみたいで、へえ。その時のその石垣の方に当たった銃痕があるようなので、それを見に行きましょう。はい。戦争の銃痕の跡とか残ってるんですね。ねえ、人あんまりいないですね。全然注目されてないね、ここ。めちゃくちゃマイナー。これがそうですね。へえ。うわ、本当や。こんなでかい穴開くんですね。これとか拳より大きいんですね。すごいよな。ひとたまりもないですね、こんなんで撃たれたら。一発ぐらいだったらなんとか耐えれそうやけど。二発目からちょっと危ういな。今かけてますけど。大阪城観光言うたらかなりの穴場スポットじゃないかなと。なかなか戦争の後見に行かないですね。あると思ってないと思う、みんな。通り道じゃないから、ここがちょっと外れてますね。外れてるから、わざわざここまで見に来るのか言ったらけえへんよな。この説明書きに関しても全然見えへんところに置いてあるから確かに全然見えへんよな。この石垣がちょっとずれてるん分かりますかね。僕が1945年の戦争時に爆撃を受けて、ここだけこうちょっと石垣がこうずれてしまったっていう。へで直接ここに当たったわけではなくて、数メートル離れたところに落ちた爆撃の衝撃でずれたみたいですね、これ。石垣がずれるんですね。はい。ここまたあれですね、他の人誰も。ここもめちゃくちゃ穴場スポットやと思う、大阪城の観光スポットとしては。こんなとこばっかり紹介してます大阪城で戦争の跡があるってあんま分かんないですね。分からんよな、イメージないよな、確かに、でもちゃんとあれですね、公式でこんな感じで紹介文があるんで探し当ててほしいですね。せやんな。本当誰もいないですね。誰も俺でもなんか子供がちょっと大きくなってここ散歩するとき自慢できるわ。確かに外国の方の旅行の本とかに書いてないんですか？どうなんやろな。俺日本人やから外国向けの観光の本読んだことないや書いてたらやっぱみんな見てますもんね。せやんな。これ英語テロップ入れても外国人もいるんじゃん。ああ、確かに天守閣すごいですね。いやこれすごいよな。すごくないですかこれ。大阪城はもともと1496年に浄土真宗の石山本願寺が創建された場所です。この場所に目をつけた織田信長は1570年から11年という年月をかけて石山本願寺を奪うために戦いました。なぜ織田信長がこの土地を奪うために戦い続けたのか。この土地は上町台地と呼ばれ、地盤が固く、大阪がもともと海で囲まれていた時代から高台になっている災害に強い地域でした。さらに戦国時代の物流になっていたのは船であり、この船の行き交う重要な地点が石山本願寺の場所でした。そのため11年もの間、織田信長たちは戦い続けたと言われています。1580年に抵抗を続けた石山本願寺はとうとう力尽き、和議が成立し、信長に石山本願寺を明け渡すこととなります。跡地に大阪城の築城を開始するも、完成を前に本能寺の変で信長はこの世を去ることとなります。その後、豊臣秀吉によって大阪城は建設され、大阪城の敷地内には豊臣秀吉を祀る豊国神社が鎮座しています。
現在の大阪城は秀吉の死後、徳川幕府によって再建されたものとなります。再建築するときにこのエレベーターは結構議題になかったみたいね。なんか、あ、そうなんですか。うん、つけるかつけないか問題。つけるかつけないか問題で、へ大阪城にエレベーターなんでつけんねんみたいなんで、ああ、なるほど。めちゃくちゃ並んでんねんけど、すごい。くない？めちゃくちゃ並んでんねんけど。ここは戦時中に作られた第4司令部になります。当時でいうと大阪の第4司令部っていうのは日本で一番弱い司令部とされてました。一番弱かったんですか。一番弱かったらしい。戦っても負ける、はい、戦争の司令部として建てられた建物。そう、でもすごい立派ですね。立派で、その後、警視庁であったりだとか大阪府警本部であったりだとかっていう使われ方して、その後に今こういうレストランであったりだとかこういうイベントで使われるような建物となっていきました。じゃあ戦争の司令部の後、警察庁とか使った後に二来山に変わったって感じなんですか。そう、いい使われ方ですね。当時のものがこう残ってるっていうのが残そうと思うとやっぱそうするしかないんやろな。そんな戦争の背景があったって見るとまたちょっと見方変わりますね。見方変わる屋上ビアガーデンとかやってるんですかね。なあ。これや書いてあるよ。最弱って書いてる。書いてないな。最弱とは書いてないですか。さすがにこう子孫にかわいそうやもんな。大阪城が売りに出ることとかあるんですかね。ないやろ。こういったところって国所有じゃないですか。坪単価とかなんか路線価とか出るもんなんですか。路線価はありそうやな。でもそれ売りに出すんやったらもう傭兵茶碗売るやろ。これ何ですか。ここは西山本願寺の推定地ですね。じゃあ石山本願寺があった場所正確には分かってないんですね。さっき見た極楽橋の時に説明させてもらったこの西山本願寺っていうのがおそらくこの辺にあっただろう。でもこれまた観光客誰もいないですね。石山本願寺を欲しくて織田信長が取りに来て、その後豊臣秀吉が来て、で徳川家康が取りに来るっていう、みんな欲しかったんですね。時代背景がすごいよな。しかももう歴史に名を刻む人たちが取りに来たわけやんか。そうですね。でも織田信長もよくお寺攻めますよね。せやんな。今じゃ考えられない。考えられない。バッチ当たりそうよな、はい、織田信長でも結構サイコパスやってる話だもんな。でもそうですね、こういった歴史も知れるのいいですね。面白い。昔大阪城に観光来た時、天守閣見てそのまま満足して帰ってましたけど。わかる。俺もそんなんやった。若い時な。もう今や公衆電話も観光スポットになるんじゃん。久しぶりに見たくない。確かに。ここなんですか。ここが大阪砲兵工廠で作られたその兵器とかの修理とかを行っていた場所になります。このレンガのこの塀であったりとかっていうのはもう当時のまま残されているところになります。ここもまたあれですね。かなり穴場スポット。だってこの大阪城公園場内詰所って書かれてたらもうなおさらもう分かれへんもんな。確かに休憩所みたいな。休憩所よな。我々以外誰も見てない。誰もけえへん。ちなみにこの大阪城の住所っていうのがあって、あるんですね。一応あって、大阪府大阪市中央区大阪城1-1。へえ。郵便物届くんですね。じゃあ郵便物も届きます。誰が送るんでしょうね。でもあそこにもありますね。銃撃つこれな。こんな方も鉄壁ガードよな。ですね。でも堀もあって景色いいですね。ええな。ここが正面口なんですかね。こちらが大手門になりまして、大阪城の表入り口になります。1628年に建造されて、その後幕末で修繕もされてます。唯一戦時中に幕末に修復されて、さらに終戦後に解体修理されました。大手門は戦火を免れた唯一の建造物として重要文化財に認定されてます。じゃあここは当時のままなんですか。これは当時のままになります。要所要所で修復とかされてますけど、戦時中の戦火を免れたっていうところですね。
やっぱ表門って感じよなこれ。なんかそうですね、入り口って感じ。立派な。うこっち反対側から来た道の方がんうん人の出入り激しかったですね。そうやんな。それでは皆さん視聴ありがとうございました。大阪城の探索いかがでしたでしょうか。大阪城に関しては戦争の爪痕であったりだとか昔の戦国時代の話であったりだとか織り交ぜたものにはなりましたけども、かなり穴場スポットのご紹介はできたんではないでしょうか。ぜひまた皆さん大阪城の方にお立ち寄りいただければと思います。ありがとうございました。